今回は銀さんの柳葉包丁の修理依頼、切っ先の刃の欠けの直しと刃に細かい欠けがあるみたいです。現状の切れ味なんですが、やはり目に見えにくい細かい欠けがあり、ところどころ引っかかりがあるものの、決して切れない状態ではないですね。それでは作業に入りましょう。最初の作業は研磨作業。当店で表面にした包丁を購入していただいた包丁なので、せっかくなんで表面再加工します。使っていくうちにくすんでくるので、再び表面にします。せっかく修理に出していただいたんで、より良い綺麗な状態でお渡しします。まずは刃の欠けを取ります。刃を立ててコバをつけていきます。ここで刃の欠けと形状を整えます。この作業、刃の修理にはかなり重要。ここできっちり刃の欠けを取ります。使っているのは旋盤の中砥石。刃の欠けが治りました。次の作業いきましょう。次は研ぐ前の下準備として、耐水サンドペーパーで刃の平たいところ、切り輪をこすって先ほど立てて研いでついたコバを薄めていくのと、どうしても研ぐ人によって研ぎ癖があるので、その研ぎ癖を慣らしていきます。コバも薄くなって切り刃もいい感じです。ここから研ぎ作業。刃の欠けを直すのにコバをつけたので、この作業でコバを取っていきます。当てていく通しはキングの旋盤です。刃先から全体的に研いでいき、コバを取っていきます。全体的に中倒しも当たってコバも薄くなりました。続いてシャブトン刃の黒幕2000番、同じように平たい切り刃を研いでいき、裏を研ぎ裏押しをしていきます。刃先など欠けを直した時に短くなるので、裏を研いだ時に当たらないことがあるので、きっちりここは刃先が当たるように調整します。2000番で研ぎました。コバもほぼなくなり、全体に乖離が出てます。エビ印5000番仕上げ砥石、同じように平たい切り刃を研いで綺麗になったら、裏研ぎ裏押しをして5000番の仕上げ砥石から糸刃付け軽くつけていきます。うっすらと糸刃がつきました。最後はシャブトン刃の黒幕8000番、こちらも平刃を研いで裏押しして糸刃を軽く研いだら、最後に調整したら研ぎの作業終了。最後に包丁用コンパウンド表面職人で綺麗に磨き上げ、刃砥石で細かいバリを取ったら全ての作業終了。今回は酒井菊森銀さん柳包丁刃の欠けの修理依頼でした。ひどかった刃先の欠けを直し、全体的に研ぎ直して、もともと鏡面だった包丁なので鏡面加工し直して、再びピカピカの鏡面加工にしました。刃は欠けを直し研ぎ上げたので、引っかかりもなくこんなにスパスパに切れる包丁に蘇りました。食器専門店山根では包丁の修理や研ぎやっています。広島で包丁のことなら食器専門店山根まで正弘店長でした。